皆さんこんにちは。いつも動画をご視聴くださりありがとうございます。今回は変わり鳥たすきの模様を、差し子していこうかなと思っています。よろしくお願いいたします。今回で1回目の動画になりますね。はい。ではですね、まずこの変わり鳥たすきの模様にしようと思ったきっかけは、今回もですね、こちらの刺し子の基本の本の中の模様をできるだけ私は全部刺したいなと思って進めているので、順番が今回は変わり鳥たすきだったのでやってみようかなと思います。で、今日はもうねここにね出してるんですけれども、こういうね型を使って描いていくっていう動画になるかと思います。それで例えばどういう道具を使うのとか、さらしの仕立てはとか、あと一旦ここでね模様紙に書いてるんですけど、これプロジェクトペーパーなんですけど、この用紙についてとか、もうそのあたりの話は前回の結び重ねの時にやっているので、リンクを概要欄に載せておきますので、そちらを見ていただければと思います。同じことなので、また今回もってなっちゃうと、それでだいぶ私時間が、今日はねひたすらこれ頑張って書きたいので、そっちをメインにやりたいので、そっちの内容は同じなので、結び重ねの方のねリンク、貼っておきますので、気になる方はそっちから見ていただければと思います。ではその次としてサイズですね。これね作るサイズ、大体私これも毎回一緒なんですけど、ざっくり言っていくと、この全体的な布巾のサイズが 34×34、 そして模様部分に関しては 32×32 で作ることが多いです。なので今回も本だと 30×30 になってるんですけど、単純にもう1センチ広げて、上下1センチ広げて 32×32 でただただ伸ばしただけです。でそのサイズで作っていこうかなと思います。でもここにね私練習したんですよ。これは紙に実物大でもう書いてありますので、今日のゴールはここにこのペンでこちらと同じ模様がね描ければ、もう今日はそこがゴールになるかなと思います。これをね頑張ってやっていきます。でサイズはさっき言ったように本より1センチ上下広がってるんですけど、今回この型を使って曲線やっていくんですけど、この型に関しては本の通りなので、本をね見ていただければと思います。私結び重ねの時もこの話しましたけど、本を参考にさせてもらってその通りにやる時もあるんですけど、差し越した時のどうかなっていうことを考えた時に、もうちょっと大きい方が私好みかなとか、いろいろこう思い浮かぶんですよね。でそれによって結び重ねはちょっと大きくしたんですよ。で今回はどうしようかなって思った時に、結論はそのまんまです。本のまま型同じなので、この曲線の感じも本の通りにはなってます。でもちろんこの型を小さくすればこの曲線がもっと違うわけですよ。でそういう風にするかなって考えた時にちょっと難しかった私の好みかどうか以前に、この型をもうちょっとちっちゃくした時にこの、方眼線のサイズももちろん変わってくるんですけど、それ考えるのが私ちょっとこれ無理だっていう風にこう本をねにらめっこして、いやどうかな、もうちょっと大きく、いやもうちょっとちっちゃくってなんか頭の中でぐるぐる考えたんですけど、これサイズが分かんない、これじゃなかったらどうやってやったらいいんだか私分からないって思ったので、特にもうこれでいいなと思ったんですよ。なので、そういう理由で本の通りにしてます。納得いったこの
バランスで納得いったっていうことと、あとは変えようにも私のその考えがついていけなかったっていう理由ですね。はい。なので本のままと思っていただければと思います。では、じゃあここからはまずこの仕立て済みのね、さらしにここまでは何書いてるのっていう話をしようかなと思います。で、今ここに書いてあるのは光のちょっと画面の関係上こう飛んでしまって線が見えないかもしれないので口で説明していくんですけど、まず外枠の線がもう水色で線引いてあります。この水色の線のところが 32×32 です。これがもうね全部ここまで引いてあります。さらに方眼線が引いてあります。方眼線はこの線ですね。色変わってるのはこっちは自然に消えるタイプのペンで描いてるからです。で、こちらの外側は水で消えるタイプのペンで描いているっていう違いですね。収録を撮って今動画撮っているのがこの方眼線を描いた日ともう違う日なので、だいぶ薄くなってきてしまっています。自然に消えるので当然なんですけど、だからもうギリギリです。もう描かなければっていう感じで、ところどころ黒い点がこう打ってあるかと思うんですね。でこれが本を見ていただければと思うんですけれども、こっちで言うとこの紙に書いたこれで言うと、例えばこういうとこですね。ここのポイントとなる点、ここだけにもう点を打っておきました。なのでこの点とか、あとこのガイドライン線ですね。このガイドライン線を元にしながらこれを合わせて円を描いていくっていう感じになります。で、その方眼線とここの折り返す感じに角になる点のところだけこういうふうに今準備してる状態ですね。で、そこまで準備したので、あとはこれでこの通りに引いていく感じです。で、パターンがこれ2つのパターンが組み合わさった模様になってるんですよね。じっくり見ていて、なおかつ自分でこれ書いてみて、ああなるほどそうなってるんだっていうのが分かったんですけど、で2つのパターンのうち1つがこの大まかな緩やかな曲線ですね。こういう半円ですね。この型でいうこの半円のところが互い違いというか、こうあるところはここの半円、そしてここつながっていくと今度こっち側に来てこっち側のこの半円、そしてまた今度こっち側に来るとこの半円で、これが今緩やかなこの曲線になっている。これが一つのパターンと、あとはここですね。この感じここはね難しかった。私これ難しかった。なんとなくこの半円はわかるんですよ。感覚的にわかるんですよ。ああ、はいはい、ここうね、はい次こうね、はいこうね、こうねって。これがなんか難しかったですね。だからそこが私ね、今日できるか心配ですね。その今言った2つの曲線のパターンが組み合わさっている模様になります。この角度だと線が見えるかな。ね、最終的にさらしにこの模様線が描かれる予定なんですけど、大丈夫かな、できるかなっていう心配ですが頑張ってみようかなと思います。で、私いつも結び重ねの時はそうじゃなかったかな。比較的多いのは模様を何かこの模様を差し越していきますってなって、だいたい1回目とか多くて2回目の時までは模様線を描くっていうパターンが多いんですよね。その時に比較的多いのがこれは同じですね。そしたらこの真ん中から手前にかけてのこっち側ね、一旦こっち側を同じ向きでひたすら描いていって、斜めもあるかもしれないし、こっちの斜めもあるかもしれないし、この手前側をひたすらやって、そしたら90度回転させて、さらにここをやって手前を同じ向きでこう降りてきてみたいな、そしてまた90度回転させて、でこれを
一周すると元にこういうふうに戻るわけですよ。そうするとはい完成みたいな流れが今すごくざっくりやったんですけど、そういうパターンで書くこと多いんですけど、今回に関してはもうこのままやります。なんか手前こっちだけとかじゃなくて、とにかくなんとなくこう流れのままやろうかなと思って、このね流れのままなんかはいここだけやってここだけやってこっちは後からやるっていうよりは、もうとにかくこうやっていこうかなって。これは実際に差し越していく時のなんとなくこうイメージをつけたかったっていうのもありますかね。あとはここがねとにかくやっぱ私の中ではなんとなくここ行くの難しかったんですよ。このパターンを書いていくのが。でそれをなんかこうさっき言ったようなね形でやっていくとちょっと分断されちゃって混乱しちゃうから、それだったらもうとにかくもうやっちゃおうみたいな。もうとにかくつながるとこはつながって書く、つながるとこはつながって書くみたいな感じかな。手前ここだけやってはい90度回転させてはい手前やってではなくて、もうとにかくこの流れをやっていこうかなっていうふうに思いました。まだねこう紙に書いたんですけど、なんだか模様を私理解しきれてない部分があるので、もう一回今度はね晒しに書くことによってもうちょっとこの模様をねもう実際こう書きながら理解したいなって、でその上で次の段階行ったら差し越したいなみたいな風に思ったのでやっていこうと思います。あとはもうこれとにらめっこです。ちょっとこの辺りねこれ置きながら、だからほら重りとかね今回はいらないですね。もうこのままやります。大丈夫かなではじゃあここからは実際にこの型とこちらのペンを使いまして書いていこうと思います。夢中になってねやっているので、もしかしてフレームアウトねしたりもあるかもしれないので、そしたら気づいたら直しますが、ちょっと夢中になってたらごめんなさい。ではね曲線からやっていくんだけれども、真ん中から攻めようかな。真ん中となるとこことここが真ん中だから、ちょっとここがね一番のこれ中心なんですよ、ここが。でそれを持って今この紙の中心の感じ、ここがねこれになると中心だから、ここから攻めようかな。こうだからこう型を合わせるのか。はい、これってどの模様でもそうなんですけど、この円使う時この十字のあえてここが真ん中に十字線が来るようにしてるんですよね。それでカットしてて、それとこのガイドライン線が合うような感じにするのがポイントになってくるので、この線とこの線とかとここのこの線ですよね。これ合わせることによってここに合わせてここをぐるんと描くっていう感じになるので、その位置を気をつけて、それがここの中心になるので、ここちょっと待ってくださいね。ちょっと難しいよ。こうだな。はい。こうだな。それでどこまで行くんだ？こことここか。はい。今ここが中心点です。そしてここにガイドライン線あります。そしてここにもガイドライン線あります。この線とここの十字を合わせます。十字線合わせて、そうすると、じゃあここからね書いていきますね。で書くとこはこの半円なので、ここですね。まずここ。はい、まずここね。こういう感じ。ちょっとドキドキ。そしてこの半円やったら次はねこっち行くんですよ。こういう今たまたま下行くんですけど、もうなかなか難しい。次はこうなるんだな。で今ここ合わせてます。ガイドライン線と、あとここから今度ね半円を描いていきますよ。
でこの辺はねずれたりもありますけど、差し越していく時はちょっとのねずれはいかようにでも修正はできます。こういう感じ、こういう感じ、こうでしょ。そして次、ここだ。この次、この辺りが外枠にかかっちゃうので、もうだいぶガイドライン線なくなってきちゃうから、この辺りを注意して、でこれはもう外枠にかかる感じになるんだな。こう、はい、なんとなくここからここまで行きましたよね。でそれが今度はこう逆向きに行きますね。なかなかですね、頭使うんですよこれ。はい、この辺がちょっとはいここつなげてあげてね。で今こう来たでしょ。そしたら今度こうでしょ。次の円で外枠にかかる感じになるんじゃないかな。ここもガイドライン線が引いてあるところを目安にして残りのグルーンを描いてあげると、こういう感じです。はい、こんな感じでしょうか。で今こう流れただからまあこれが実際に差し子する時こういう風に刺していくんですよね。これはなんか刺してて私楽しそうだなって思うかな。同じようにもう半円半円でいけるところをやっていくのですが、これ紙に書いた時にここ合わせるといいかなって思ったのは、今ここがこうじゃないですか。ここがこうね。こうなった時にここのところがね今度こういう風に来るんですよ。ここだったら今度こういう風に来る。なんかそれをね目安にすると分かりやすい。ここに来るからこうなんですよね。こっち側。ここがくっついて。でこの辺ももうピタッとつくかっていうのは、ここはもう微調整ですね。差し子する時にこの辺はもう微調整しちゃって、なんとかこの辺りはやっていけるんじゃないかなって。本当にピタッってならなくても刺す上では大丈夫かなと思います。あとね、だんだんやっぱりこの方眼線がね薄くなってきたからもうだいぶギリギリですね、これやってるの。はい、今こうでしょ。そしたら今度ねこっち来る時でここが多分くっつくんじゃないかなっていう感じですね。ここはい、こういう感じです。今曲線がね、いやゴールまで行けるかな、大丈夫かな、すごく心配と同時にでも頑張っております。はい、はい、なんとなくねこことこういう曲線があったらこういう風に入ってくるっていうのがね対になって、この辺りを目安にすると、例えばほらここだったらこう来るな、ここだったらこう来るなっていうのが予測がつくんですよね。ではとにかくこの曲線で行けるところまで行こうかなと思います。
はい、ですね、今ちょっと全体的に見ていただきますけれども、なんとなくこのねラインで半円の連続している曲線を描いていきました。この辺をさっき描いてたので、この辺りを描けましたね。はい。で、同じようなこの半円がつながる曲線を今度はこのラインですね、こちらの向きでねやっていこうかなと思います。それを思った時にどっから始めればいいんだっていうのを今私もね私も悩んでますね。これが多分ここか。この起点ですよね。始まるところを考えるのが難しい。ちょっと頭使いますね。ここだけがまず。この辺りかな。はい。一回ここ決まると、今この曲線ね。で、そうするとここ起点に、あとはぶつかるところに当てていってやっていくんですけどちょっと待ってくださいね。これ難しい。あ、ここだな。こうかな。はい、今ねこういきましたね。はい、そしてここに当ててあげて、この辺りが外枠からもう外れちゃってくる部分なので難しいんですけれども、ちょっとお待ちくださいね。見本とにらめっこしながら大丈夫だよねって思いながら、あ、大丈夫そうですね。大丈夫そうでした。はい、こうですね。そしてじゃあこの続きをやっていこうかな。今度上の方に向かって、そして半円ガイドライン線を合わせて半円、そして続きパターンがなんとなく見えてくると、こういうふうに円の型を合わせるのもなんとなくね分かってくるんですけど、それがね分からないとあれあれみたいな。はい、今ですねざっくり言うとこのラインでここの曲線、この半円がつながってる曲線、こういうふうにやりました。でここが決まるとさっき言ったように、例えばこういう風な曲線があるとなんとなくここにねこう合わさるような感じで来るわけですよ。ここにこう。だからこう来たらこうっていう円がね、まあパターンがそういう風に分かってくるので、それが分かると型も合わせやすい感じですね。あ、こうだなーって。でこの半円を基準に次はこの辺りだなとかが分かってきます。はい、じゃあそのまま続きをやっていこうかなと思います。はい、ですね、あれから、書くのを進めていきまして、今ですね、この型を使いまして、こういう半円ですね。この半円が互い違いにこうつながっていくようなこのカーブの曲線を全部書きました。もしねちょっと抜けてるところがありましたら
それは後から埋めていこうかなと思います。とりあえず一つの曲線のパターンは完成しました。緩やかな半円がつながる方の曲線はこれでね、これを見ながら完成しました。で、なんかね、ここまではこうかなこうかなみたいな感じで感覚的にいけるんですよ。こっからが私ね難しかった。紙に書くときここからがね難しい。あれどう当てるの型をみたいな不思議空間に突入するんですけど、頑張ってやってみますね。このにらめっこしながらね、にらめっこしながら、中心から攻めようかな。中心から攻めて、それでその時にガイドライン線はもちろん基準にはするんですけど、プラス点を打ったんですよね。ここにこう黒い点々ところどころあるかと思うんですけど、それがポイントポイントでね入ってくるんですよ。そこも目安にしながらガイドライン線と黒い点を目安にしながら当てていくのですが、ここがなかなか難易度が高くてちょっと大変でした。私これ作るの。はい、多分まずここだ。で今度はね半円はいかないんですよ。今までは円の中の1/2で、次のところは円で言った123456788 8分の1だけ引くんですよ。曲線8分の1だけがつながっていくっていう模様なんですよね。はい、今8分の1を1箇所引きました。でそこを基準にして、あとはつながっていくところをね引いていきます。そうだこうなんだよな。そうさっきはもう今こう来たらこのままこういってってやるんですけど、こっち側がねちょっと難しいんですよ、当てるのが。この続きをこのままの流れでいくとこうでしょ。これがね難しいから、私これ紙やった時にこの円に対してこうキュッキュッってこのパターン、ここのパターン、これをひたすらやっていくっていうのをやったんだ。だから今ここでしょ、ここやったでしょ。この半円に対してキュッキュッ。じゃあ次、はい、この半円に対してキュッキュッ、ここをやろう。ここですね。そのねパターンで埋めていこうと思います。はい、キュッキュッってこの辺を一回紙に書いておくことによってなんとなく分かりやすいかな。はい、はい、ここで、そうなるとここどんでいくと次ここですよね。ここはもう外枠にかかっちゃってるから途中までになるんですけれども、まず8分の1、円に対する8分の1は引けるので、まずここだけまずここでキュッてやるでしょ。でその後にここの残りの部分ですね。ここの残りの中途半端な部分をここキュッっていう感じ。はい。そうすると、はい、もう一回言うと、この半円に対してのキュッキュッ。この半円に対してのキュッキュッ。この半円に対してのここはちょっと途切れてるけどキュッキュッっていうここの3つのパターンやれたから、で本当だったらここつながってるんだけど、これは今やっちゃうとちょっとねなんかすいません方言入っちゃうんですけどいずいんですよ。しっくりこない、やりにくいね。なので私はこういうパターンをまず攻める作戦にしますね。だから次じゃあどこ行くのってなったら、この半円に対するキュッキュッですね。今度ここ行こう。はい。ではこれで今のパターンのところを埋めていこうと思います。
はい、さっき言ったパターンで今の向きでできるところをやってきました。半円に対してキュッキュッっていうところですね。これができる今の角度のところをやっていきました。で多分埋まったので、じゃあ今度なんか今の部分はなんか手前というかね、この向きでできるとこやって全部やったら、はい、90度回転させてみたいな感じに、たまたまなったっていう感じですね。あえて狙ってたわけではないのですが、なんかそんな感じになったかなっていう感じです。さて、ちょっとお待ちくださいね。では、じゃあこの角度でできるとこってなったらここなんだな。ちょっと分かりやすいところからやっていきますね。こう。はい、ここもそうですよね。この曲線に対してキュッキュッっていうところ、この角度でね。ってなると、例えばここですよね。ここがこういけるし、あとここもこういける。で、そこでできるところを埋めていこうかなと思います。今下の方をねやっているんですけれども、だいぶゴールは近いんじゃないかなと思います。一回ここまでやったらもう一回全体的にね確認してみますけれども、抜けがあるかもしれないから確認しますけど、いいんじゃないかな。いいんじゃないかな。いいんじゃない。どれ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 。よいしょ。いいんじゃないかな。はい、代わり鳥たすき模様を描くまで完成しました。あ、ちょっとお待ちくださいね。縫い目を手前にするからこの向きで統一しましょう。はい、この向きで、はい、完成しました。お疲れ様でございます。もし抜けがあったら後で書き足しますが、今のところこれでいいんじゃないかなと思います。やっとこれ完成できました。よかった。
こちらがもともと紙に実物大で練習していた模様になります。それを、動画始まる時はガイドライン線と、あとポイントになるこの点のところですね。ここは最初に打っておいて、それを基準にこの型を合わせる。まずは、この円に対しての半円ですね。2分の1の部分。この曲線で互い違いにつながるところですね。曲線を、この向きでやっていって、そして次にこの向きになってやっていって、半円でつながるところの曲線ですね。それをまず一通りやる。そこまではなんかつながりを感じながらやっていきましたかね。で、次が、この円に対しての8分の1。ここでもいいんですけど、そうですよね。これが4分の1で、これが4分の1だから、それの半分だから8分の1。ここの部分の曲線だけを使って、つながりがある部分ですね。これちょっとね、ここを当てるところを、最初のパターンがわかるまでは多少頭を悩ませる感じなんですけど、そこの8分の1の曲線に関してはもうずっとのつながりっていうよりは、この2分の1の半円に対して内側キュッキュッっていう入る、ここですね。こういうところをこの角度でやっていって。というのもつながってやってもいいんですけど、こっち向きで8分の1でキュッキュッってとこ書いて、次ってなるとなんかこういう風に当てる感じになっちゃうんですよね。これが私からするとちょっと難しいので、なのでもうこっちにこの8分の1の曲線に関してはぶつ切りになっちゃうんですけれども、この半円に対してのキュッキュッって入るこういうパターンですね。このパターンの向きで私は埋めていきました。こちらで書くときにそういう風にやると分かりやすいなって思ったので、同じようにこっちでもやってみました。その同じ向きでやれるところをこの向きでやって、はい次この向きでやってみたいな感じでぐるっとやっていくと、結果こういう風につながるんですよね。今指でなぞっているところのようにつながって、ここの外枠から反対の外枠までがつながっていくっていう線になる。部分で埋めていっても、それを一周ぐるっとやると結果つながってるっていうことになるんですよね。それでなんとかやることができました。で、ところどころ、例えばここのゾーンだったらまだ比較的いいんですけど、でもこういうところかな。全体的に見ていただくとそんなにね、わからないと思うんですけど、そうですね。例えばこういうところ。こんな手だったら見えるかな。例えば必ずしも1点でピチッと交わってるわけじゃないんですよ。ここだと2分の1の半円が交わるところが接してるっていうよりはもうなんか重なっちゃってる部分もある。こういうところですね。こういうところもそうですよね。必ずしもピチッとは私はならない。こういうところもあります。でもこういうところがあったからって、こうなっちゃった、失敗しちゃったって私は思わなくていいんじゃないかなと思っていて、それはなぜかというと、書くことがゴールではないから。この上に差し子をしていくんですよね。差し子をすることがゴールだから、ここのところはピチッと点だけになってなかったとしても、ブレてるようなねところがあったとしても、差し子する上ではね、そこはいかようにでも手でこうやってこの曲線が多分こうなるんですよね。こうなるんだ。だからそれを糸でやっていけばいいだけの話であって、ここがピチッとならなかったから、間違っちゃった、ずれちゃった、失敗ってならなくてもいいんじゃないかなと私は思うし、最終的に糸が通った時にうまいというか、いいバランスでね交われれば私はいいと思っているので、という感じでしょうか。はい。そんな風に思って
おります。まずはね、この1回目の動画、変わり取りたすき1回目がこのように完成することができて、私はほっとしています。でこれで今日はね、書くだけでもう全力集中しちゃったので、次回からもちろん差し越していくんですけど、何の糸を使おうかなんていうのはちょっと今まだ考える余裕がないので、糸何色にするかっていうのは次回からお話ししようかなと思います。次回は今日の振り返りして、そして糸ね、この糸で差し越していきますっていうのを話して、でその後に実際に差し越していくっていう感じに次回はなるんじゃないかなと思っています。もうなんか達成感と、あとはちょっと力尽きた感じがありますかね。はい、でもまず完成することができてね、模様を描くところまでは少なくとも完成できましたので、それは良かったなと思っています。ということで本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にする励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。